What's up? Is your girl エレナ。皆さんこんにちは、エレナだよ。なんだそれと思ってる人いると思うんだけど、今日はリリー・シンっていう人を紹介したいと思って、だから真似してみたのよ。ずっと真似してみたくて。リリー・シンね、本当にすごく好きで、リリー・シン知ってる人いる？リリー・シンのこと知ってる人はぜひコメント欄で教えてください。知らないなら今からよく聞いてくださいね。リリー・シンはカナダの YouTuber、コメディアン、女優である。多分サムネイル見てくれたと思うんだけど、その本はね、Be a Triangle という本で今日紹介したいと思ってるのよね。今年の4月で発売されたと思うんだけど、日本にいるからあんまりなかなか手に入れなくて、Amazon から買ったのね、予約して。やっと届いて、1ヶ月ぐらい遅れて、やっと届いた瞬間でもう本当に読みたくて、もう夢中になって、2、3時間でも読み終わった。面白かったから、インスピレーションすごく受けてて、響いた言葉とかたくさんあるし、ぜひ皆さんに読んでほしいから、今日軽く自分が響いたポイントとか全部本当に教えたいと思います。メンタルヘルスについてちょっと語りたいと思って、多分海外だったらメンタルヘルスとかすごくみんな言ってると思うんだけど、日本語にすると精神的健康っていうのはね、精神的健康っていうのが大事だと思って、多分アジア圏であんまり振られていないというか重視にされていないのよね。それなんてかっていうと、アジア圏って学歴と業績が大事って言うんじゃない。それが本当で、成績が悪いからあなたはダメ。仕事ができないからあなたもダメ。人と毎日比べて過ごしていると思うんだけど、日本でも同じじゃん。結構病んでる人たくさんいると思うんだけど、全然自分の精神的な健康全然考えてなくて、あの人ができるけど自分ができないから自分がダメとかよく言うから、無理することないと思うし、自分がそのメンタルヘルスを大切にしないと、本当に自分も病んでしまって、鬱になってしまうのは、人生は全然楽しくないじゃん。しく生きるには、本当にメンタルヘルスがすごく大事だと思う。万端だな、この人生って本当に毎日思うし、年から、新卒で卒業して、本当に1年以内だよ。2回も転職したし、2回も転居したのよね。本当にもう、なんでそんなに転職しないといけないの？なんでそんなに引っ越さないといけないの？めんどくさいし、なんでそんなことしないといけない？普通だったら1年、2年、3年とか経って、みんなそうやってるんじゃん。なんで私だけなの？なんで私だけ転居しないと、何回も転居しないといけないし、何回も友達で離れ離れにならないといけないのっていつも思うんだけど、リリー・シンが言ってたのが、People often say life is a roller coaster, but that's too simple. A roller coaster can go up and down, upside down. Life is the entire amusement park. Sometimes you're spinning, sometimes you're chilling in a lazy river, and sometimes you're paying $40 for cotton candy, you probably throw it away. 本当にその通りよ。The cotton candy that you are going to throw away. 無駄遣いいっぱいしたし、もったいないと思うものいっぱいあるし、こちらだって全然安くない。だったら最初会社選ぶときにちゃんと考えてよ。そんなブラックな会社に入らなければいいんじゃんって話なのよ。うちに行って、また引っ越しすれば3万円使ったと思う。もう無駄遣いにしか思えないんだけど、でもそれも人生なの。それがアミューズメントパークだから、レディが教えてくれた。relationship with yourself いつも言うんだけど relationships って結構他人とかとの relationships しか自分との relationships すごく大事だと思うのよね。ここで言ってるのが be with yourself 本当に自分のことをちゃんと見てちゃんと理解してちゃんと考えた方がいいと思うのよね。で、それで思い出したのがリリーが去年で出した動画の中ですごく響いた言葉があって What kind of life do you want to live? この言葉でね、本当に自分の幸せを見つかったってことぐらいなんだよね。やりたいって言ったら何したらいいのか。ちゃんと What kind of life do you want to live? を考えたらすごく楽になるし、主導権が自分にあるってことなのよ。でも人間関係でもいつもあるんじゃん。仕事、なんでその人
これできないの、なんでその人あれできないの、なんでその人バカなの、もう邪魔なんだけどってたまに思うんじゃん。でもそれ違うの。その人がその仕事できないのはその人の問題で、私の問題でもないし、もしその人できなくて手伝いたいならどうぞ手伝ってください。別に手伝ってもいいと思うんだけど、でも別に This is not your fault. This is none of your business. Just give up. It's fine. だって彼は彼だから自分は自分じゃん。だから彼のことをコントロールすることはできないよ。でもあなた自分自身の気持ち、あなた自分自身のマインドはコントロールできるから Mind your own business。 自分のことを考えてください。自分が主導権を握っていることを忘れないでください。私本当に恵まれてるっていつも思うのよ。新しい職場に行っても親切な先輩いるし、優しくしてくれる人いっぱいいる。本当にすごく私のことを大切にしてくれてる親だっているし、皆さん、今見ている皆さん、あなたたちも本当にありがとうございます。皆さんこの動画見てくれて、こんなに応援してくださって本当にありがとう。いきなり YouTube 始まって、皆さんこんなにたくさんの応援のメッセージとかくれて本当に嬉しいのよ。そんなに幸せな人生を送ってるなんて、ただでもらえるわけがないから、最近思ったのが、絶対何かしらの方法で皆さんに返すと思って、例えば、日本に来て本当にもう6年経ったんだけど、ためになる動画を撮って YouTube に上げるなんて考えたことないから、前までよく言われるのが、あなたそういうのも対応するの？いや、久しぶりにインスタで DM してくれて、いや、これ日本で買ってくれない？これさ、日本語でなんて言うの？そういう DM も受けるの？そういう人にも返信するの。いや、だって今できることをしてあげたいのよね。できる限り、まあもちろんめんどくさいこといっぱいあるよ。これから日本で買って香港まで送ってくれないとか、いろいろあると思うのよ。それができることだから、今までどんだけお世話になったと思う？今絶対その恩を返さないといけないと思って、日本に来るから手続きとか教えてほしい。どういう風に部屋探すの？どういう風に転職するの？全部教えるから、私はそういうのを大切にして、うるさいと思う時全然あるんだけど、でも、それが恩返しの方法だから、relationship with the universe だから、だって、give and take だよ。You need to give, not just take from someone. You need to give it back. You need to give it back. 知ってる人は知ってるんだけど、これ初公開。ひどかったのよ。私、香港にいた時ね。まだ6年前とかで、6年以上も前の話なんだけど、香港能力試験あると思うんだけど、私その時にはね、まだ N4 だったのよね。N4 しか取ったことないから、その後、留学試験があって、それでね、父さんの知り合いが留学訪問やってて、日本の留学訪問、考えて、留学訪問だよ。それはもちろん留学したい人を手伝うし、応援するべきなんだけど、本当にひどかったのが、あなたの日本語程度だったら、日本に行けないよ、日本で留学できるわけがないから、みたいな感じで言われたことあるから、本当にひどいと思って、は？なんだそれ？私、もう日本に行きたくてしょうがないから、なんでそんなこと言うの？だったらさ、応援してほしいのよ。でも今から頑張ってもね、まだ間に合うかもしれないよ。頑張ってください。そう言えばいいんじゃん。なんでその人のこと言うの？なんで私のこと否定するのって本当に思うんだけど、今までの人生の中でそういう人いっぱい現れたからこそ、私のその原動力があって、N4 からいきなりN1取って日本に来たわけ。だから私は多分そのまま日本語も全然上達できないし、何もできない。今この生活がないと思うのよ。今のこんなに幸せな人生なんて送ってはないわ。だから、そのディストラクションがあるんだけど、その人には感謝よ。今こんなに散々その人のこと言ってるんだけど、でも、その人には感謝するし、今は高校の時私のことを見下ってた先生だってたくさんいたわけ。その人たちにも感謝するよ。だって、その人が今この動画見てるかもしれないから、ありがとうよ。本当に心の中からありがとうって言いたいよ。だって、あなたたちがその時、私のことを見下ってなかったら、私は今この生活ないと思うし、そんなに見返してやるよだって思ったりもしないから、本当にありがとう。本当に心から、Thank you so much。そうだね。だってアジア圏だもんね、私たちいるのが。
生まれたのは香港だけど、日本に住んで結構もう長くなってしまって、考えも日本人になってるわけ。私、普通に小中高で大学に入って、その後就職しないといけない。必ずとりあえず就職じゃん。就職したら、その会社で何年か続けて、とりあえず彼氏でもできて、結婚すればいいって話。周りの人、結婚してる人たくさんいるし、とか、フィアンセいる人だって、それがただ、箱の中に閉じ込まれている考えであって、別にみんながその道歩まないといけないじゃないし、みんなそれぞれのステージがあって、必ずしも大学出て就職してから結婚しないといけないというわけでもないし、だって大学出て結婚してからまた就職すればいい。別に問題ないじゃん。別に大学卒業してもう一回留学行っても別に問題ないし、今だってワーキングホリデーっていうものもあるんじゃん。大学出て、ワーキングホリデー行ってきてから、就職すればいいと思う。別にそんなに早く定着しなくてもいいし、みんなで今この瞬間でフォーカスに当てたいものだって別々だから、例えば今私フォーカスで当てたいのが普通の今の仕事とこの YouTube だし、他の人だって、例えば本当にいい人見つかったから、だから彼氏とか、そういう恋愛の方にフォーカスを当てたい人だってたくさんいると思う。前の私だったら普通にオタクだから、オタ活したいとか、別にこのシステムにとらわれなくていいと思うのよ。もちろん自分の歩みたい道を歩めばいいと思うんだけど、ちゃんとその責任を持てば大丈夫と思うのよ。留学したいなら今すぐ行ってください。でもお金ないなら貯めてください。貯めてから行ってください。すごくシンプルな話なのよ。I hope you enjoyed this video. Please subscribe and like the latest things video and check out this amazing book, Be a Triangle. Please go and check out this book on Amazon. Okay, let me do this sick one. One love, Evrena, that is a wrap and zoop. And Lily, I'm waiting for you in Japan. Please come to Japan for me in Greece. I would really like to thank you in person. What's up, everyone? It's your girl, Elena. Your girl. What's up? It's your girl. One love. One love. One love, Elena. One.